逮捕された19歳の青年に温情をかけ、彼の手錠を外した警察官。その手錠を外してしまったばかりに、この後警察官を襲った悲劇とは。2017年10月9日、アメリカ・テキサス州ラボック取調室で担当警察官と穏やかに話していたのは、テキサス工科大学へ通う青年ホリス・ダニエルズ。違法薬物所持の疑いで連行された彼は従順な態度を示しており、警察も問題ないと判断したため手錠を外されていました。ダニエルズはボディチェックもクリアしており、警戒することは何もないはずだったのですが、ねえおまわりさん、子供はいるの？ああ、娘がいるよ。そう会話を交わし、警察官の気が緩んだその瞬間、ダニエルズは彼の頭を銃で撃ち抜いたんです。取り調べの警察官を射殺した19歳の大学生。一体彼はなぜその場所で銃を所持し凶行に及んだのか。起きるはずがないその場所で起きた殺人は少年の悪運が招いた悲劇だったんです。おそすけんちゃんです。宮宮美子です。聞いてよ、なんか最近私さ、体がすっごい雑魚なのよ。体が雑魚？どういうこと？地球年齢で30超えて、体が雑魚で、なんか前は肺に穴が開いて入院したでしょ。そしたら原因不明なんだけど、肘が突然腫れ出したの。肘が突然？マジで記憶がないんだけど、すっごい強打で打ったみたいな、打撲みたいな痛みがあったと思ったら、2、3日だったらぷくーって膨らんできて、パンパンじゃないけどブヨブヨになんか膨らんできたの。で病院行ったの。病院その後行って原因は分かったんだけど、何だったの？ドラえもんのペンになってきたんだ。別に何も言ってないわよ、それ別に。骨とか何かどうかなってたっていう予想を聞きたいの。あ、そういうこと？骨折してた。ブブー肘の関節に袋みたいなのがあるらしいのよ。それがなんか炎症を起こしてプクーって腫れるみたいで、なんか肘をこうついて姿勢を悪くしてるとなるってことみたいな。私そんな初めて聞いたやつ。でも肘そんなついてた記憶もないし、今までなんかすっごい勉強した時期もあったけど、その時期に腫れてたこともないしさ、年取って雑魚になってきたなって思って。そんなことない？でもなんかちょっと変じゃない？肘色はおかしいわよ。なんかさ、膨らんでない？めっちゃ。いやマジで。いやもう本当にこっちだけ膨らんでるマジで。でしょ？まだ炎症してんだ。まだ炎症してんだ。そう。結構やばいね、それね。本日ご紹介するのはアメリカ・テキサス州で起こった殺人事件について。この事件ではなんと取り調べを受けていた19歳の大学生が取り調べの最中に警察官を射殺してしまうということが起こった。なんで取り調べ中に射殺事件なんて起こる？だって取り押さえられたりしてるわけでしょ。何？警察官から隙を見て銃を奪って殺したみたいなこと？実はそうではなくて、ヒントはこの大学生の悪運があまりにも強すぎたことだった。その日、大学の学生寮を訪れた警察は、罪を犯した青年の若さゆえに少し情をかけたんです。ですが、その温情はあっけなく裏切られてしまうんです。思わぬ裏切り。2017年10月9日、アメリカ・テキサス州ラボック、テキサス工科大学の学生寮へ駆けつけたのは、警察官のフロイド・イースト・ジュニア。彼は、寮内の一室で銃声が聞こえたという通報を受け、同僚と共にそこへやってきました。Texas Tech Police Department. You don't open up, we're keying in. Before we, we'll do it quick. If you want to go, I'll keep. イーストがその部屋を捜索すると、銃撃の形跡こそ見つからなかったものの、そこには不審な錠剤が。違法薬物か。その部屋からは違法な薬物や麻薬関連の道具がいくつも発見されました。部屋の住人はホリス・ダニエルズという19歳の青年。警察一同は彼の行方を追うことに。すると、そう思い立ってすぐに若い男子学生が部屋の前に現れたんです。Hang on, what's your name, bud? Don't worry, buddy. What's up? What's your name? Andreas. No, it's not. What? No, what's going on? We've already talked to your other 3 roommates. We know what they look like. Yeah. That was a good try, though.
青年は別人を名乗りその場をやり過ごそうとしましたが、彼は紛れもなく警察が探していたホリス・ダニエルズでした。警察官のイーストが問い詰めると、彼はすぐに薬物の所持を認めました。一方で今回の通報のきっかけとなった銃声については何も知らないと語ります。警察はその場でボディチェックを行いますが、ダニエルズは確かにポケットに薬物が入っていた以外怪しいものは何も持っていなかったんです。結局銃声については何も手がかりを得られませんでしたが、イーストたちはダニエルズを薬物所持の罪で逮捕。最初こそ名前を偽り抵抗を見せたダニエルズですが、その後は観念したのか従順に警察の指示に従っていました。おとなしく連行されたのはいいんだけどさ、銃声が何だったのか気になるわよね。さらになんですけど、ボディチェックの際にね、ダニエルズが銃を持っていなかったことで警察サイドはね、油断しちゃってたんですよ。大学内の警察署へ連行される最中、ダニエルズは不安からかもぞもぞと体を動かし落ち着かない様子を見せていました。警察官のイーストはそんな彼に温情をかけたのかもしれません。おとなしく協力するなら手錠は外そう。警察署へ着くと同時にそう言ってダニエルズの手錠を外したイースト。すでにボディチェックも終えていたため手錠を外しても大きな問題は起こらないと彼は判断したんです。ダニエルズの取り調べにはイーストが一人で対応。そしてイーストが黙々と書類を書く中、ダニエルズは急に彼に話しかけ始めます。You have a family at home? Yep. How many kids? Pretty old? イーストの家族について尋ね出したと思いきや、彼の隙を見計らい自身の足元へ手を伸ばしたダニエルズ。次の瞬間彼は銃を取り出しイーストを撃ったんです。ちょっと待って、ボディチェックしたはずじゃない？どっから銃出てきたの？それもね、気になるんですけど、その前にね、ダニエルズがどんな人物だったかを知ると、この事件への理解が深まってくるんです。そして彼はもともとね、銃や薬物を不法所持するような人物ではなかったんです。現実逃避の末路。1998年、ダニエルズは市議会議員の父と優しい母のもとに生まれました。両親が複数の不動産を持っており、裕福な家庭で育ったダニエルズは、その環境を自分自身でも素晴らしい子供時代と振り返っています。友人が多く、テレビゲームで遊ぶのが好きなごく普通の少年だったダニエルズ。しかし、傍から見れば何の障害もないように思えるその暮らしの中で、ダニエルズは人知れず葛藤を抱いていました。どうして僕は目が悪いんだ。髪型だってもっとかっこいいのがいいのに。彼は自身の丸いメガネと髪型にコンプレックスがあり、自分に自信が持てずにいたんです。自分の容姿に不満があったダニエルズは何かにつけて他人と比べて落ち込むことが癖になってしまっていました。まあ、コンプレックスなんてさ、人それぞれ大なり小なりあるもんじゃない。このことが何か犯罪と関係があるってことなの？ダニエルズはね、どうにか自分に自信をつけようと模索してたんですけど、その自信のつけ方において大きく間違ってしまったんです。高校生にもなるとダニエルズはヒップホップに憧れ、好きな音楽の世界観に浸ることで現実の冴えない自分から目をそらそうとしました。趣味の中に自分のアイデンティティを見出そうとしたダニエルズですが、人とは違う世界を追い求めるうち、その方向性を大きく間違えてしまうんです。彼は高校2年生の頃からマリファナや医療用麻薬を乱用するようになったんです。こいつは最高だ。嫌な気分なんて一発で吹っ飛んじまう。薬物でハイになると普段は冴えない自分が何倍も強くなったように思いました。完全に薬物の虜になってしまったダニエルズは小遣いの全てをマリファナにつぎ込み、さらにはクラスメートにもマリファナを勧めるようになります。当然薬物を常用している噂はすぐに広まり、彼は逮捕されることに。ダニエルズはその後保護観察処分となり、薬物依存症の治療を受けますが、どうしても薬物をやめられませんでした。そして両親の目を盗んでマリファナを吸い続けるうち、ダニエルズは両親の存在自体が疎ましくなりました。彼は家を出るためにテキサス工科大学へ進学。実はこの大学はアルコールやドラッグのパーティーが頻繁に開かれるパーティースクールと呼ばれる大学の一つ。なんだそれ。ダニエルズはその環境なら薬物も手に入れやすいと考えたんです。薬物がやりたいから大学に行くなんてことあるの？本当に大学って場所なんだと思ってんのこいつは。両親もめちゃくちゃ悲しむわよ。完全にね、薬物が生活の中心になってしまったんです。実はここまでね、薬物に取り憑かれてしまったことが、後にダニエルズがね、銃を所持することにも繋がっていくんです。テキサス工科大学へ入学し、寮生活も始めたダニエルズは、さらに薬物に溺れていきました。現実逃避のために薬物を始めたはずが、精神状態はむしろ悪化し、いつからか自願望を抱くように、その憂鬱な気持ちを紛らわせようと、ダニエルズはみるみる薬物の量を増やしていきました。そして、畜生、もう薬がない。イライラする。薬物乱用を繰り返すうち、小遣いは底をついてしまい、新たに薬物を買うこともできない状態に。しかし完全に中毒になってしまっているダニエルズが、そのまま我慢などできるはずもありませんでした。苛立ちを募らせた彼がたどり着いた答えは、薬が買えないなら売人を脅して奪うしかないな。
まともな判断力を失っていたダニエルズは友人が防犯用に持っていた銃を盗み薬物の売人を脅そうと考えました。少し借りるだけだ、すぐに戻せばバレないだろう。そんな軽い気持ちで友人の家を訪れた彼はそこにあった銃をそっとポケットにしまったんです。ダニエルズはさ、裕福な家庭出身だし、両親もしっかりされてるように見えるけど、そんなことも自分に自信がないっていうのがきっかけでこんな泥沼にはまっちゃうものなの？犯罪者の家庭環境が全部劣悪っていうことはなくて、一見ね、ごく普通の家庭環境でも犯罪者をね、生み出す要因っていうのは潜んでいるんです。鍵となるのは幼少期に自制心を身につけられるかどうか。というわけで本日のメトラキーワード、自制心が低い人の特徴について。1990年、アメリカの犯罪心理学者マイケル・ゴッドフレッドソンとトラビス・ハースキは自制心が低い人の特徴を次のように定義しました。今さえ良ければいいと考える、対人関係に不安を抱えている、他人の苦痛や欲求に無関心、飲酒、喫煙、ギャンブルなどに依存がある、言葉よりも暴力で解決しようとする。この他いくつにもありますが、特にダニエルズに当てはまるのはこの5つ。そして2001年、欧米各国で青少年8000人を対象に行われた研究によると、最も犯罪に結びつきやすい性格特性がこの自制心の低さだと言います。自制心は幼少期のしつけの影響が大きく、6歳から8歳の間に家庭や学校などで適切な教育を受けることが大切とされています。特に大声で叱りつける、指示を出しすぎるなどの親の行動は悪影響で、恵まれた家庭の子供でも自制心が低く育つ例は珍しくないんです。まあしつけが厳しかったりとか、過干渉な子育てっていうのも、子供の自制心を低下させちゃう要因になってるってことなのね。そうなんです。裕福でね、親がどれだけ愛情を注いだとしても、どこかでね、親子の関係がこじれてしまうと、このような特性が出ることがあるんです。こうして薬物を手に入れるために銃を盗み出したダニエルズ。そして警察はなぜ彼が銃を所持していることを見抜けなかったんでしょうか。思わぬ誤算。友人の銃を盗んだダニエルズはその後計画通り売人から薬物を奪うことに成功。よし、あとは銃を返すだけだ。寮の部屋へ戻り、一瞬気の緩みを見せたダニエルズ。そして銃から弾を抜こうとしたその時、彼は誤って発砲してしまうんです。こうして銃声を聞いた学生が通報し、警察が寮へと駆けつけました。寮の部屋で誤って発砲してしまった後、パニックになり一時部屋を離れていたダニエルズ。彼が自室へ戻ると、そこにはすでに警察がやってきていた。銃声が聞こえたと通報があって、君の部屋を調べさせてもらったよ。そしたら薬物が見つかってね。最悪だ。これでもし銃のことまでバレたら。警察官の話を聞き、自分の罪の重さに想像を巡らせたダニエルズ。彼は銃のことだけは必死に隠し通そうとした。そうか、銃については知らないんだね。でも念のため少し確認させてもらうよ。ダニエルズは警察のその言葉に思わずごくりと唾を飲んだ。彼は部屋を離れている間にズボンの腰の部分に銃を隠していた。警察がボディチェックでそれを見逃すとは思えない。もう一巻の終わりだ。警察官が体を触り始め、絶望するダニエルズだったが、彼はここであることに気がついた。銃がない。正確にはなくなったのではなく、何かの弾みで腰の部分に入れていた銃はズボンの裾まで滑り落ちていた。よし、問題なさそうだな。警察はそのことに気がつく様子もなく、ダニエルズのボディチェックを終えた。起きちゃいけない偶然が起きちゃったわね。いや、ここで銃が見つかってればね、警察官が撃たれることもなかっただろうにね。そう思うとね、残念でならないですよね、これ。問題は、罪を逃れるために銃を隠し通したはずのダニエルズが、なぜ警察官を撃ち、自らね、重罪になるようなことをしてしまったのかというところなんです。銃がズボンの裾に落ち、奇跡的にボディチェックを乗り切ったダニエルズは、このチャンスを逃すまいとパトカーの中でこっそり銃を足首に差し込み固定。ダニエルズを逮捕した警察官イーストは彼のその動きに全く気がついていませんでした。そうとは知らず、ダニエルズの手錠を外すという寛大な措置を選んでしまったイースト。ダニエルズは取り調べ室の中、自分が置かれたその状況で必死に思考を巡らせていました。このままだとどのみち僕は刑務所行きだ。どうすればいい。薬物の所持だけなら数年の懲役で済むかもしれませんが、警察の詳しい取り調べを受ければ、友人から銃を盗み所持していたこともいずれバレるでしょう。重罪となることを恐れたダニエルズが最初に考えたのは、その場で実してしまう行動。もともと強い実願望を持っていた彼は、ついにそれを実行する時が来たと感じたんです。しかし実際に死ぬとなると、どうしても覚悟が決まりません。そうやって死への恐怖を感じると同時に、ダニエルズの中にもう一つ別の選択肢が生まれました。ここから逃げるためには、こいつを殺せばいいんだ。
次の瞬間、至近距離でイーストの頭へ発砲したダニエルズは血を流して倒れる彼を尻目に取り調べ室から逃走。イーストは銃声を聞いて駆けつけた同僚に発見され緊急搬送されますが、そのまま帰らぬ人になってしまうんです。大学内の警察署で殺人事件が起きたことでテキサス工科大学はロックダウンの状態に。外部への逃亡を許されなかったダニエルズは発砲から90分後身柄を取り押さえられました。警察署の中で殺人なんか犯して逃げ切れるとでも思ってたのかしら。状況がね、さらに悪くなることっていうのは誰の目にも明らかだったんですけど、ダニエルズはね、もう薬物の中毒状態だったんで、そういったこともね、考えられない状況だったんです。事件から6年後の2023年2月、警察官のイーストを射殺した罪で有罪となったダニエルズには仮釈放なしの終身刑が下されます。判決後、法廷では遺族からダニエルズへのメッセージが読み上げられました。何にだってなれるはずの人生であなたは警察官殺しを選びました。イーストは敬意を持ってあなたに接していたのに、あなたは彼に何の慈悲も与えませんでしたね。正義があなたに同じことをしますように地獄で朽ち果てろ。自らの罪を隠蔽し自己保身だけを考えた挙句、19歳の若さで一生を棒に振ったダニエルズ。薬物は時として殺人すら厭わないほどに人の倫理観を狂わせてしまうのでしょうか。彼が最悪の間違いを犯す前にそのしがらみを断ち切るには一体何が必要だったのでしょうか。